どうも、ともそうやです。前回動画ではジャマイカの首都キングストンで一番賑わっている繁華街散策。ジャマイカ人はカメラをかなり嫌がるんでなかなか撮影は難しかったけど地味に頑張って撮影。今回の動画はメキシコの大人気観光地カンクン。ビーチが大人気の場所でビーチを楽しまずにグルメを楽しむカンクングルメ動画である。せっかくメキシコのカンクンに来たとしても節約。ゲストハウスの中ではこういうねホットドッグみたいなのを自分で作って食べたりしていますよ。安いし、眉やし、最高すぎます。まあいきなりなんですけど、ここにカンクンのバスターミナル、セントロのバスターミナルがあって、そのすぐ近くにああやってねタコスの出店が出てるんですよ。あそこがかなり安くて美味しいっていう評判なんで、地元民からちょっと行ってみましょうか。まあタコスに関してはこんな感じのね、ほんまに屋台っていう感じの雰囲気のねお店ですね。こんな感じで肉をね切り刻んでしながら作ってくれてますね。どうも、ともさチャンネルです。メキシコのカンクンからこんばんにちは。なんかおもろいな。今カンクンにいるんですけど、メキシコのカンクンにいる理由っていうのはとりあえずその辺は後で説明して、僕はねメキシコのカンクンでちょっとねグルメの動画を撮影したいと思ってるんですよ。で早速ちょっとねメキシコといえばタコスなんでタコス食べたいと思います。なんかいろいろ後からちょっと説明するんで、とりあえずねタコス食べさせてお腹減ったんで、はい、こんな感じのねタコスですね。シンプルなタコス1個25ペソ。これがスープ、ちょっと辛そうな感じですね。それにちょっとトッピングでこの辺辛いやつとかライムとかなんかねいろいろトッピングしたいと思います。よくわからんけどこのスープなんかちょっとサービスみたいな感じですね。ちょっとだけ辛いけどそんな辛くない。美味しい。タコスって実はね広げてるよりこうやってね手で持った方が写真映えするんですよ。これ写真映えするんですよ。あかんわ。ありがとう。グラシアス。ごちそうさまでした。タコスね食べ終わりました。美味しかったです。でねタコスなんですけど、一応1個25ペソで僕2個頼んだんで50ペソなんですよ。メキシコってめちゃめちゃ物価安いって言われてるじゃないですか。ただでも今回ああいう安い地元民が安いって言ってたお店1個25ペソで、今回ね無料でねスープがついたんでよかったんですけど、タコスもそんなめっちゃ大きいわけじゃないしちょっとねどうかなと思いました。でも味はね美味しかったです。タコスのバルバッコ味って言うんですよ。タコでバルバッコはあれおすすめですね。全然あそこねサクッと食べれるんで全然行く価値はあると思いますよ。そんな感じですね。レポート今回1軒目はでちょっとねいろんな店カンクンのね美味しいグルメスポットを地元民から聞いてるんで、そこをねちょっとね今回の動画で回りたいと思います。3泊4日なんですけどまだ2日目なんですけどね。ビール飲みたい。じゃあ2軒目ね次行きたいと思います。服いいですね。服水着の服誰か着て買って。2軒目はこのお店アルコメル。ここでねちょっとタコス以外を食べてみようかなって思います。店内は僕の大好きなね曲がかかってますね。ベッキー G 僕の彼女ね、いつもメキシコ人に言ってるんですよ。プロフェッショナルなんかよくわからんけど名前貸されました。タコス2個からのケサディージャ2個はちょっとガッツリしすぎたかな。ケサディージャこんな感じですね。味はねなんか忘れた。これなんだったっけ、ノパレスって言うんですけど、カクタスサボテンのネバネバしたやつ。これはねちょっとねさっき頼んだばっかりなのに忘れました。チレなんですけど辛いんで初めて食べる人はねあんまりかけないのでちょっとにしとこう。このレゲトンかかってる感じがメキシコって感じしますわ。ついに帰ってきたなみたいな。ジャマイカはレゲエだったしドミニカ共和国はバチャータとかそんな感じだったしジャマイカから来たんですよ。てかさっきのねタコスに比べたらこのケサディージャの方が絶対大きいじゃないですか。でそんな大きいし1つ23ペソなんですよ。絶対こっちの方がお得じゃないですか普通に考えて。しかもうまいです。ノパレスうまいですよ。あんまりね日本人食べたことない人多いんちゃうかな。これこんな感じ。ジャマイカから僕来たんですけど中米を旅してたんですよ。中
中米をとりあえずね全部メキシコからグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマって行ってプエルトリコに入ってカリブ海ドミニカ共和国行ってハイチは昨年まで入国できなかったんですけど、そこからドミニカ共和国からジャマイカに飛んでメキシコに戻ってきたっていう、一応中米の旅を今ね終えてメキシコに戻ってきたってとこなんですよ。カンクン初めて来たんですけど、カンクンのなんか観光動画撮ろうと思ったんですけど、そもそも自分がねカリブ海で海行き過ぎてるし、海別に今あんまり興味ないなみたいなで、観光地も遠いところにポンポンポンってあって、別になんかもう遺跡を見たしいいかなみたいな感じで観光動画は撮るつもりないですね。てか観光動画撮ってる人めっちゃ多いんですよ、カンクンの。なんでもう僕が撮ったとしても別にもう見る人も少ないかなと思って、それだったら数少ないカンクンのグルメ動画撮った方が絶対いいかなと思って、ちょっとね今回はねグルメに絞ってグルメ1本1球入魂でいきたいと思います。中身こんな感じでね、ロハでなんとかみたいな感じの名前だったと思うわ。ああ手差しじゃ美味しい美味しい。これねお店の雰囲気です。あんな感じでね値段も大きく書いてあったら超安心ですね、観光客からしたら。休みはもうアスレゴ。もうさっきのお店みんなノリ良すぎやろ。めっちゃねおばちゃんら、いやお姉さんか、お姉さんらノリ良かった。やっぱねスペイン語が若干ね話できるってねなってくるとね、ちょっとねみんなとね楽しく話もできるし、分からんかったら分からんかったでお互いなんか笑い合ってはははみたいな、理解できませんみたいな、そんな感じでねなんか面白いコミュニケーションも取れるんでね、ちょっとだけでもねスペイン語知っとったらすごいね楽しいんでおすすめです。なんかもう名前書いてくれ言われたからだ。でともやっていう僕名前なんですけど、ひらがなカタカナ漢字3つ書いたら、まあ、それ説明するのもややこしくて、まあまあ楽しかったです。ふわっとするもの飲みたいわ。まあ、屋台がねやっぱメキシコ多いんですけど、さっきねタコス聞いたらあっちの黄色のところが25ペソ、同じ自分が食べたのと同じで、こっちの青いところが20ペソでした。ちなみに今スーパーやってきてるんですけど、このパン1つ 1.6 ペソですからね。こういうねめっちゃ安いパンを買って僕はねホットドッグみたいなの作ったりしてます。 1.6 ペソで言ったらほんま20円せんからな、15円ぐらいちゃう、もっと安いかもしれない。 1.6 ペソとかね超安すぎるんで3つぐらい買っとくわ。まさかの 4.5 になった。 4.5 これ 1.6 から値段下がって 1.5 になった1つなんかちょっと嬉しいな、ほんまにわずかな金額やけど。ジュースがねシュワシュワっとして美味しいんですよ。帰りはねこのパンを頬張りながらこのねジュースをビール代わりにして帰りたいと思います。ジュース買いました。こっち飲んだことないんでねちょっとねこっち試してみようかなと思って。もう早速店出た瞬間に開けちゃったよ蓋を。うまいぜベイベー。もうメキシコ感半端ないなこの場所。ダンスしてる感じとか、メキシコ帰ってきたわって感じやわ。とりあえず今日は晩ご飯ね2食満喫したんで、次はね明日昼ご飯からまたね再戦したいと思います。ではおやすみ。僕のベッドこんな感じ。ゲストハウスのねドミトリールームは普通こんな感じの部屋ですね。一般的なドミトリールームって感じ。カーテンはなし。はい、出たらプールが広がってる。こんな感じで入りたい時にプールねいつでも入ることができます。2日目だ4。ちなみに今回の動画で紹介しているグルメのお店なんですけど、全部カンクンのセントロから歩いて行ける距離なんで。で今日の朝もねちょっと良さげな店のね情報を入手してしまった。それはちょっとね今日の晩飯か明日のお昼かどっちか分からんけど、ぜひぜひ行きたい店やな。はい、次はここのねTOKIOっていうお店です。嘘です。ここのお店ですね。ここでね有名なねチラキレスを食べたいんですよ。チラキレスオオカブト、ヘラクレスオオカブトみたいに言うな。何がおもろいのでね、早速入ってみたいと思います。チラキレスいい感じのね綺麗なメニューありました。で僕はねこのチラキレス一択なんですけど、150ペソの一番高いコンセシナってやつにしました。これ多分コンセシナ豚肉かな、違うかったらごめん。150ペソ、メキシコにしては強気な値段やな。お店の雰囲気もなかなかいいな。みんな楽しそうに食べてるわ。こんな感じでねトルティーヤね作ってますね。美味しそう。
来ました。これがチラキレスという料理です。最高に美味しそうやな。近くで見たらこんな感じ。味はね確かに美味しいです。チーズが乗ったフリホーレスにもチーズがかかってる。メキシコ料理最高にうまい。セチナは牛肉やな、牛肉の味がする、一応聞いたらさっき牛肉って言ってた。セチナ、このセチナね、まあちょっとね一言で言ったら若干乾燥気味の牛肉なんやけど、みんなが大好きなほんまにザ肉って感じの味するんですよ。めっちゃ美味しい。なんかねさっきね筋トレしてねよかった。ほんまにこの肉食べた時にタンパク質補給してるわーって感じがする。みんな切ってきたよ、力が。ごちそうさまー、美味しかったねーこの店。ちなみに店員さんがね最後来てくれて、なんかトドビエンみたいな、十分もう十分みたいな感じで聞いてくれるケース結構あるんですよ。レストランとかそういうとこ入ったら、その時にトドビエンって言って、グラシアトドビエングラシアスって言って、ソイハポネスイートメヒカーノって言ったら結構盛り上がりますよ。日本人メキシコ人みたいな、なんかようわからん意味なんですけど、もう俺だけかなそういう思っとアホななんかコミュニケーション取ったりしてる。その左手に持っているビールを俺に分けてくれ。美味しいものが食べたくなるっていう催眠術にかかりそうやな。もう常にかかってるか。それはおっぱい出てもうてるんよ。いろんなものをね試食させてもらってます。一番の中ではキーラも飲ませてもらうことになりました。めちゃめちゃ試食させてもらったけど何も買わんっていう気まずさ。来たかった店、こういうビュッフェ形式の店でした。今ねちょっとね下見だけさせてもらってです。こんな感じでねたくさんのね、もうバイキングみたいな感じですね。メキシコ版バイキングみたいな感じ。うっそーマジか。135ペソで食べ放題のビュッフェ形式なんですよ。ここは絶対行きたいと思って教えてもらったところで、なかなかないじゃないですか海外のなんかバイキングみたいな感じって。中華料理とかってあるけど今日は夕方5時に閉まるみたいな。でまさかの明日は休みって言われて、マジかみたいな、俺食えんやんって感じで今回は諦めます。ただお店の名前となんか値段だけはちょっと教えておきますわ。135ペソで食べ放題です。1時から5時まで、土曜日は休み。メキシコ暑い、マジで暑い。カフェもねちょっと行ってね動画ね撮りたかったんですけど、カフェに関してはなんかねいい情報があんまり得られなかったんですよ。なんでカフェ、中途半端なカフェ行ってもただ高いだけやし、なんでスーパー行ってこういうねアイスティーみたいなの買いました。生き返るわ。太りすぎちゃうか。次教えてもらったとこはねチェドラウイっていうねこのでっかいスーパーマーケットなんですけど、これがねめっちゃ安いらしい。でここのスーパーマーケットじゃなくてこっち側にちょっと露店がいくつか出てるんで、そのね露店ね行ってみたいと思います。今ね聞いてみたらタコスね1個17ペソ、めっちゃ安い破格。昨日食べたんは25ペソだった。あっちのないローテもねめっちゃ気になるんですよ。こっちはタマーレス売ってます。あそこの屋台でねなんかね僕ね食べようと思ってるんですけどね、あそこの屋台は別に現地人からおすすめされたわけではないんですよ。ここのスーパーをおすすめされたんですよ、現地人から。そこのスーパーでちょっとねビールでもね買って飲みたいなって考えてるんですよね。ちょっと我慢するかねめっちゃ悩んでます。それかスーパーで安いパン買って今日は終わるか節約するみたいな感じで、まあそれにしてもねメキシコね食べ物の誘惑が多いっすわ。買っちゃいます。メキシコのね大好きなビール飲料買っちゃいます。それはともかく並びすぎやないかこの行列。レジ見えんのやけど。やっとねレジに到着したんですけど、この時点でもう30分以上並んでます。やっとねビール購入することができて、今ねエローテっていう食べ物に並んでます。もうね並んでばっかりでねビールぬくもるって、まあレジ前で1回ビールね交換したんやけど冷えてるやつに、こっからまたね10分ぐらい並ぶんかな知らんけど。1個25ペソのローカルトウモロコシ系料理、
食べるしかないビールでしたね。こんな感じの料理ですね。チーズががっさり乗ってます。中にコーンが入ってます。ビールも最高っすよ。カンクン来たらね、大体ね、可愛い女の子とかみんなオールインクルーシブホテル泊まったりしてるんですよ。こんなところでね、ビールとかね、屋台飯食べてる人俺ぐらいじゃん。ちなみにエローテなんですけど、このサイズだったら20ペソだったんで、一番安い20ペソにしました。まあそれでもね、結構コーンめっちゃ入ってて、なんかボリュームあるんで良かったです。コーンがいっぱい入ってて、マヨネーズも入ってて、その上にチーズがバーンって入ってるみたいな感じ。その上になんかね、チリ入れたりとか、僕はサルイリモン、塩とレモン入れてもらいましたね。なんかそんな感じの料理です。乾杯。うまい。メキシコのねビールはね、インディオとモデロおすすめです。ボヘミアもなんかねちょっとね苦味があっていい感じ。飲んでみてください。こんな感じでねタコス作っています。昨日食べたタコスとは金額も違うし肉の種類も違う。はい、1つ17ペソのタコスが届きました。なんかまあチャッチーって言われたらチャッチーかもしれんけど、まあこんな感じですね。オーソドックスなタコスです。10個ぐらい食べれそうやな。こうやって持ったらね映えるんすよ。映えるでしょこの画角。もう食べる。ちなみにこの緑のパクチーなんで、パクチー苦手な人はシンシガントロって言わないとダメです。はい、ごちそうさまでした。このね2店舗の正直な感想なんですけど、まずエローテ、20ペソでした。安いで、エローテってめちゃめちゃ珍しい食べ物だと思うんですよ。ただマヨネーズめっちゃマヨネーズの味やな。マヨラーは絶対食べた方がいいけど、マヨラー以外は別に食べても食べんでもいいかなって感じですね。ほんまになんかもうザンマヨネーズって感じ。マヨネーズとチーズとトウモロコシみたいな、シンプルな感想です。でもう一つのタコスが、これはねまあ17ペソなんで安いけど、うまいかどうかって言われたら別に普通です。もう値段相応の味って感じでしたね。で昨日はスープついたんですけど、スープは60ペソ言われました。メキシコシティだったらもうちょっと安い12ペソとかでタコスあるような気がする。ただまあこのタコス初心者とかエローテ初心者の人はこのねスーパーの近く来てここで食べるのも全然ありだと思います。まあ全然ありだと思います。普通に2回言うけど、ここでビール買ってね、このね2つのねお店に屋台に関しては別にね現地人から美味しいって聞いたわけじゃないけど、現地人からここいいよって聞いたのはここのお店なんですよ。スーパー安いよみたいな、品揃えもいいよみたいな、まあそんな感じですね。ちなみにカンクンの中心地はもしかしたら一人夜道 OK かもしれない。Hola, mucho gusto. Gracias por todo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? 今日行くお店はなんかね、僕ね地元民にね、なんかそろそろなんかこのタコスとかケサティージャとかそういうトルティーヤ以外をちょっと食べたいんやけどって言ったら、ここ行ったらみたいな感じで教えてもらったお店です。行ってみよう。もうねメキシコのカンクン暑すぎる。マジで短パン必須っすよ。短パンとかまあ海パンの方がいいかもしれん。もうね僕今日生きてちょっとね長ズボン履いてきたんですよ。マジであかん。これ短パンと帽子は絶対に必須。暑すぎる。はい、早速到着しましたよ。ミスターランチ。もうなんかネーミングで選んでる感あるな。さあ何が出てくるのやら。メニュー見た感じちょっとなんかイタリアンチック。いやそうでもないか。ファーストフード店の上位互換みたいな感じかな。お店の雰囲気も落ち着いててね、おしゃれでいいですね。おお、なかなかいいんじゃないんですか。これはメキシコ料理なんでしょうか。その辺ちょっとわからないですけどね。こんな感じ。肉めっちゃうまいわ。肉うまっ。ほんでもってスパゲッティもうまい。豚肉のカツをピザ風にしたって感じやな。スパゲッティもうまいんよ。うまい。ごちそうさまでした。ほんま美味しかった。ほんま美味しかった。
初めてメキシコ来ましたとか1泊2日しか滞在日数がないとかいう人はここ別に来る必要ない。そういう人はなんかもうほんまにメキシコのねタコスとかをひたすら食べてください、メキシコ料理を。ただ3泊4日とかもうメキシコ料理別に飽きたっていう人はここね来るべきですね。僕もう一回行きたいですもん、全然、そういう人にとっては全然ね、なんかメキシコ料理ってなんか米とかないし、トルティーヤとかそういうケサディージャとかそういうトウモロコシ系のもんばっかりなんで、ちょっとね息抜きみたいな感じでスパゲティとかパンみたいななんかねカツとかそういうね料理食べるのねありですね。一応ねカンクンといえば海なんでね、海来たんすよ。海まあそんなんより早く飯食いたいっすね。美味しいもん食べたいっすね。バレーボールやってるからのココボンゴ、ここ有名なクラブ。ちなみにカンクンこういうのもあります。パイ生地の中にねこれ鶏肉が入ってるんですよ。で他にもチーズ、ケソ、チーズ味とかパイナップル味とかハワイアン味とかいろいろありますね。14ペソ、まあまあ安いけどそんなめっちゃボリュームがあるわけではないな。お疲れ様です。いやね、いくつか結構ねカンクンのグルメね撮影してきました。で個人的にはねもうねこれぐらいでいいかなって思ってたんですけど、最後の最後にちょっとねネタで一箇所ね行ってみます。晩ご飯としてここ中国城、もうバッチリ名前で選んじゃいましたね。わざわざメキシコに来てなんで中華料理なみたいな感じで、ね、思うかもしれんけど、ちょっとねメキシコで中華料理屋に来たらどんなのが出てくるか、カンクンでねどんなの出てくるかっていうのをちょっとね行って見てみたいと思います。もう完全に名前で選んでます。中国城迫力ある中国城レストランチャイナシティっていう名前ですね、お店は。さあ入ります。今コンボ1にしたんですけど、この中からね1品選ぶみたいです。パスタって書かれてるんですけど、これね焼きそばですね。見た感じ、自分はこのね100ペソのコンボ1にしようと思ってます。豪快に持ってくれますね。いい感じです。これはおもろい。来てよかった。豪快に持ってあるんよ。めちゃめちゃでかい。これもう滴り落ちてるもん。デカ盛りグルメやん、ただの。ここの部分もうね中華料理とかじゃなくて日本のカレーの味なんですけど、バーモントカレーのめっちゃうまい。鶏肉もね柔らかいしめっちゃうまい。あとこれ見て、人参まあまあでかい。ほんまうまいわ。フレッシュ。焼きそば、若干ニンニクの味が強い焼きそば、うまい。焼き飯、焼きそば、カレーライスとか3つ揃ったらもうこれ3種の神器やん。美味しすぎるって。ごちそうさまでした。うわほんまめっちゃうまかった。あんなん中華料理とかじゃなくてボリュームのある日本食やん。めっちゃ美味しかった。3種の神器、焼きそば、チャーハン、カレーライス、最高すぎるだ。最後とかカレー、チャーハン、そば飯みたいな感じに全部合体したし、店出るときね生きてねシェシェハオツーミンティンジエンみたいな感じで知ってる中国語を言いました。すいません、どうでもいいですね。ではまた後で。ビバメヒコ！Viva México! ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva México! はい、場面は変わりまして動画ご視聴ありがとうございました。
なんかすいませんね、最後メキシコ料理じゃなくて中華料理をぶっ込んでしまって、視聴者さんの久しぶりに米みたいなみたいなね、心の叫びがちょっと聞こえたんですよ。なんで中華料理をね選びました。そうです、ちょっとね食べたかっただけです。まあどうだったでしょうか、カン君のねグルメ動画は参考になったかな。まあねちょっとね参考にならんかったかもしれんけど、カン君実際に行って、いやここの方が絶対にコスパ的にいいよとか、いや逆になんかメキシコシティのこのお店の方がなんかコスパいいし、もう料理も美味しいしみたいなね、そういう情報があったらねコメント欄にね書いてもらってね、みんなでね情報共有してもらえたらと思いますね。ここまで見てもらえてありがとうございます。本当に今日の晩ご飯はケンタッキーかな、明日の朝ごはんはバーガーキングかな、明日の昼ごはんはピザかな。次回ともそうやチャンネル。ユカタン半島にある超マイナーな町チャンポトン。外国人がほぼほぼいない町。たまには観光地以外の場所でのんびり過ごすのも悪くないのではないか。そんな町で1ヶ月暮らすことになったともそうや。そんなマイナーな海辺の田舎町を紹介するよ。ほんまに田舎っていいよね。